今回の横須賀ダンジョンは京急横須賀中央駅から約1キロ離れた入山津公園までを歩きます。横須賀中央駅の周辺は埋め立て地なので平らで、かなりビルがたくさん建てられた都会ですけれども、山手の方は古くからの住宅がたくさん残っていますね。すぐ裏手、大正里山から塩入2丁目3丁目方面に向けてまずは歩いていきます。塩入町はかなり古くからの住宅が多いエリアですが、市街地を抜けて3丁目の浜遊公園まで歩きます。浜遊公園の周りの住宅を前抜けて、入山津町の市街地を抜けた先にある入山津公園まで歩いていこうと思います。まずは横須賀中央駅のすぐそば、三笠商店街の裏手にあるこちらの路地からスタートですね。よいしょ。豊川山入り口と書かれた、商店街の入り口を入ると参道になっておりまして、ここから丘の上までずっとつながっております。階段が随分長いですけれども、その左にある擁壁もかなり高いですね。高い擁壁が整備をされております。まずはこちらの階段を上がっていきましょう。つい1年半ぐらい前ですけど、左手の擁壁は岩盤がむき出しの険しい崖だったんですけどね、1年ほどの工事期間を経て今の綺麗な、右側がダンススタジオなので時々音が流れてきますが、1年ほどかけて綺麗な擁壁が施工し終わりましたね。つい最近完成したかと思います。右手側は昔からの擁壁ですけれども、崖とビルの間がすごく近いのが印象的ですね。昔からの建築なんだと思います。昔はこの辺り、左右の崖どちらも岩盤がむき出しの岩肌だったと思うので、崖と崖の間を縫うようにして、階段が作られていたんですね。昔はもっと荒々しい感じの印象の階段だったかと思いますが、左右の崖が整備されて、かなり落ち着いた感じになりましたかね。右手のコンクリートの壁結構古そうですな。使われているコンクリートの砂利が玉砂利みたいな大きい石が骨材に使われているので、結構古そうなコンクリートの壁ですね。で、階段の方も最近かなり補修をされましたので、欠けていた部分とかがコンクリートできれいに塗られていますね。白くなっているところが補修された箇所だと思います。こちらの階段何段あるのか知らないですけど、ずいぶん長い階段ですけどね、歩きやすくなりました。で、一段落こちらまで上がると豊川山の徳寿院の門が見えてきました。かなり古い寺院の門ですね。ただかなり古い寺院ではありますが、正面の、タワーマンションの何階分ぐらいの高さでしょうかね。5階、6階分ぐらいの高さになるのかな。階段を一気にそのぐらいまで上がってきましたが、結構見晴らしのいい寺院ですね。境内からは海とかも見えたりします。市街地が見下ろせますが、ちょっと今人が通っているのでカメラを外していますが、右手側の水の流れる側溝もなんか面白い形してましたね、今。はい。で、こちらが徳寿院の境内ですね。境内の中結構綺麗で、綺麗なんですけれども、中はちょっと撮影はできないと思うので、門だけにしておこうと思います。で、ここから今度は石段を登ってさらに丘の上まで上がっていきますかね。この辺りは天然の岩肌と石段なのでかなり古い感じがしますけど、擁壁が整備されたタイミングでこの辺の石段もかなり補修をされたと思うので、以前はもっと階段が割れてる箇所とかあったんですけど、かなり補修をされて登りやすくなりましたね。古い石材などを利用して石段が補修をされたと思います。かなり登りやすくなりました。で、この辺りも以前はかなり木々がうっそうとして森みたいになっていたんですが、
木がかなり大胆に払われましたね。日当たりも見晴らしも良くなったかと思います。左手のソテツがなんか印象的ですが、切り株が残ってますね。まだ整備をされた跡がちょっと残っているようですが、この辺もかなり綺麗に整備をされた感じですね。はい。で、この先、階段を登ると尾根筋の道に出ます。この尾根を越えた先には良長院というお寺がこの正面の斜面の下の方にあるんですけどね、この道自体も良長院の敷地らしいんですけれども、一般に開放して道として使えるようになっているそうです。で、こちらには大勝利山のポールが立っていますが、山が隠れてますね。下の方には横須賀の市街地が見えておりますが、昔は結構もっと手前まで海が来ていたんだと思いますが、埋め立てられて今はビルがたくさん建てられていますね。この左手のフェンスの先は道が入れるようになっていますけれども、下の三笠商店街の関係者の方の家が以前はあったということです。今も家の土台だけは残っているようですけどね、フェンスで入れないようになっています。おそらく個人の所有地なんでしょうね。で、丘の下の方にはこちら側から見ると横須賀中央駅のモアーズのビルが見えますね。線路もちらっと見えておりますが、こちらの斜面も、1年ぐらい前に工事が終わってだいぶ見晴らしが良くなりましたね。一面の、コンクリート擁壁工事が終わって、今はかなり上に草が生えてますね。はい、でこの道、尾根沿いの道まっすぐ行くと横須賀中央駅の方までつながっているんですけれども、今日はここを右に曲がって塩入町方面に向かおうと思います。ただこの道は今通れなかったかな。こちらの道は柵がしてあって崖崩れのため通行禁止という張り紙が出てますね。良長院の墓地の上を通るような道なんですけれども、今は崖崩れのため通れないということで、もう一本この先に行った道から右手側塩入2丁目方面に行きましょうかね。この辺の尾根沿いの道は日当たりが良くていつ歩いても気持ちがいいですね。この左手側もすぐ崖になっているんですけど、結構木々が払われて見晴らしのいいポイントとかもあるので、晴れた日は遠くの海がよく見えたりするのでね、歩いていて気持ちがいいですけれども、この階段を右手に曲がって塩入方面に向かおうと思います。この道は横須賀ダンジョンでも何度か通った道なんですが、初めて来た時は通っていい道なのかどうかちょっとわからないぐらい細い道だったんですけどね、昔から地元の方が使っている道ということだそうです。最近また草が刈られて通りやすくなりましたね、この細い道も。先にある階段もなかなか古そうな雰囲気の階段です。なんとなく周りの植物も含めて個人の庭のような雰囲気の素朴な感じのする道ですね。右手側すぐ崖になっていて、右の崖のすぐ下には先ほどの通行止めの道が並行して通っているんですけど、上からちらっと見ると結構木が盛大に倒れていますな。やっぱり崖崩れとかあるんですね。やっぱり張り紙に沿って、注意が必要だなとは思います。下の道ちょっと木が倒れたりしていますね。こちらの道はかなり日当たりが良くて通りやすい。右手側には井戸もあったりなんかしますね。なかなか歴史を感じる古い道なんでしょうね、おそらく。この辺りの植物は近くにお住まいの方がお手入れをされているんでしょうかね。左手側はなんか個人の庭のような感じもしますけれども、はい、花が綺麗な季節ですな。正面にはアジサイも綺麗に咲いてますね。
右手側には小さい石碑のようなものもあって、なんか昔からの道なんだなという感じがしますが、正面、の道はちょっと開けてきましたかね。細い道を抜けて、正面には車も見えていますけれども、道が開けてきたように思います。開けてきたとは言ってもかなり斜面の道ではありますが、遠くの方までよく見える見晴らしのいい道ですね。この足元はずっと下まで斜面になっていて、斜面に沿ってたくさん住宅が建てられています。で、反対側の斜面の向こう側の住宅地もよく見えますね。向こう側、この正面に見えるのが塩入町の3丁目でしょうかね。向こうの方にも斜面に沿ってたくさん住宅が建てられています。今日この後、こちらの丘を下って、次にあちらの丘を登っていきますが、向こうも右も左も塩入3丁目かな。今いるのが緑ヶ丘だと思いますが、ここから丘を下って、塩入の3丁目に行きますので、まずはこちらの尾根沿いの道をしばらくなだらかな道を歩いていきましょう。右手側は石垣でしょうかね。この辺も古くから明治ぐらいからずっと人が住んでる場所だと思うので、古そうな石垣がずっと右側続いておりますね。緑が覆っていますが、入り口の階段とか結構緑に覆われていい雰囲気ですね。で、正面遠くの方には斜面に住宅がたくさん建てられているのがよくわかりますね。住宅の間を階段が縫うようにして迷路のように張り巡らされていますな。こちら側の斜面は、車が通れる道なんですけど、駐車場スペースがないので、ちょっと斜面に出っ張って駐車場のスペースを作っているところが多いですね。左手側のお宅はかなり駐車場のスペースがあって、そこから階段を下ってご自宅の玄関までというお宅が多そうです。で、こちらの右手はさっきの通行止めの道を抜けるとこちらの道に出るようですね。こちら側から入っても崖崩れで通行止めですという看板が出ていたかと思います。はい。右手の方には海も向こうの方に見えておりますね。米軍基地の方ですかね、あちら側は。なかなか見晴らしがいいポイントがところどころにありますけれども、右手側はかなり急斜面に複雑に階段が通っていて、その上に住宅がある感じですかね。かなりこの辺り切り立った感じですな。階段の感じも古そうですけれども。で、少し斜面になっていて崩落注意の看板が出てますね。この辺は草に覆われてますけど、多分むき出しのコンクリートで特に補修などされていないむき出しの自然の斜面なんでしょうな。休憩車地の看板も出ていますけど、この辺は岩肌がむき出しというか、岩でもないんですけどね、砂が圧縮されているような感じなんで、手でちょっと触るとポロッと落ちる感じの、そんなに表面は頑丈ではないので、雨の翌日とかはちょっと注意が必要なのかもしれないですね。意外と崩れやすい斜面だったりします。はい。そして、この先ちょっと分かれ道になっていますね。この道をまっすぐ行くとヨゼフ病院ですとか塩入小学校の方に行くんですけれども、今日はこちらを左に曲がって塩入町の2丁目方面に向かいます。今まで歩いてきたのが緑ヶ丘で、ここから塩入の2丁目に入りますね。正面の石垣もなかなか古さを感じるかっこいい石垣です。尾根沿いに沿ってずっと細い道と住宅が作られているエリアですね。明治ぐらいに開拓されて作られた区画だと思います。かなり古いお宅が多いんですけれども、この辺の右手のお宅とかも多分築100年近いんじゃないでしょうかね。ちょっと、
あれですけど、後ろの方にはさっき通ってきた斜面の尾根沿いの道が向こうの方に見えてますね。この右手側はすぐ斜面になっていて、その下に塩入小学校があるんですけど、この辺りにお住まいの方からお話聞いたら、昔は子供の頃は道なんか通らずに斜面を徒歩で下って学校まで行ったよっていうおじいさんがいましたけどね。なかなか地元の方はそういうもんかなと思って、ワイルドだなと思って聞いておりましたが、今日はこちらの、こちら側の斜面、階段を下って2丁目から3丁目に向かって、歩いていきます。正面の壁は結構緑が覆っていますね。かなりこの一帯は緑が濃いですな。この辺あまり日の当たらない入り組んだ谷間の奥になるので、日陰の植物が結構多いでしょうかね。階段の右手側は自転車用のスロープだと思うんですけど、かなりこの斜面を自転車を押すのもかなり大変そうですし、濡れてて滑りそうなのでちょっと注意が必要ですね。正面には先ほど通ってきた尾根沿いの道の足元にあった斜面の住宅地が下からよく見えますね。なかなか下から見てもこの辺の景色の住宅独特で面白いなというふうに思いますね。斜面の足元はかなり擁壁が施工されていますが、あの辺の格子状の擁壁も10年前15年前ぐらいの施工らしいんですよね。それ以前は普通の、天然の斜面だったらしいので、なかなかこの辺もちょっとずつ補修をされながら使われているようですね。いくつか集合住宅なんかもありますけど、この辺りは横須賀中央駅までトンネルを通って徒歩5分ぐらいの場所ですので、住宅需要もおそらくそれなりにあるんだと思いますね。かなり集合住宅や大きい住宅もたくさんあります。この辺りまで来るともうほぼ谷の底ですからね。戸建てではない四角い鉄筋のコンクリート造りの建物が目立ちますかね。正面左手の建物も店舗でしょうかね。1、2、3、4階建て、5階建てかな。かなり大きい建物。ちょっと屋上からツタが生えて、鬼太郎みたいになってますけどね。なかなかこれも70年代、80年代ぐらいかな。店舗用のビルなのかと思いますが、ちょっと見るとガラス張りで結構おしゃれなビルだったりしますね。多分70年代80年代ぐらいはこの辺りもっとお店とかたくさんあって活気があったんだと思います。はい、で谷の底まで降りてきましたので、結構工事をやってますな。今これは地面を掘り起こして下水工事かな。こちら側、ずっとまっすぐ行くと塩入駅になりますかね。徒歩5分ぐらいで塩入駅です。で、後ろ方向に向かうと徒歩5分ぐらいで、横須賀中央駅になりますので、中央駅と塩入駅のちょうど中間ぐらいでしょうかね。中央駅と塩入をつなぐ道の広い車道ですから、車通りもそれなりにありますし、道の周りも結構大きい建物がたくさん建てられています。で、大きい建物の隙間を縫って細い道が住宅地に入っていって、細い道がいくつかあるんですけどね、丘の上まで続いている道はそれほどありません。だいたい住宅の途中までで途切れている道が多いんですが、この先だったかな。この先を左折すると3丁目の丘の上の尾根沿いまでつながっている細い道がありますので、ここですかね。カラスがいる。カラス飛ぶかな。飛ぶかな。飛んだ。はい。じゃあカラスが飛んでいったあちらの道、かなり古そうな石段ですけどね、こちらの道を登って塩入3丁目の尾根沿いの道まで上がっていきましょう。かなりこちらの石段は古そうな石段ですね。ちょっと変形がしている、苔なんかも生えている古そうな石段で、右手の擁壁がかなりいかつい感じですね。
かなり頑丈そうな擁壁ですが、こちらも苔が生えて結構古そうではありますけど、プレートを見ると平成15年って書いてありますから、まあまあ20年ぐらいの擁壁なんですかね。なかなか頑丈そう。こちらの階段はただ古そうですね。古そうな階段がずっと上まで続いております。右手の石垣も結構古そうですね。まあこの辺りは横須賀港、港も近いですし、中央駅も近いですからね、昔から多分積極的に住宅として、開拓された場所なんだと思います。かなり切り立った斜面をこう頑張って開拓した跡が見受けられるような感じがしますね。左手側、古い石垣に隙間から草がたくさん生えてて階段もあるんで、多分この階段は上がった先に家があったんでしょうけど、今はおそらく空き地でしょうね。使われていない感じがしますな。右手側も手すりがない斜面にずっと階段が上まで続いていますけれども、細いですね、階段が。でも結構お住まいの住宅もたくさんありますね。左手側も国有地って書いてありますから、やっぱりこちらは空き地になっていますが、その先のお宅は今も使われているようですね。右手側の柵もかなり頑丈そうな柵が設置されていますが、これは右手側は町内会の看板かな。塩入り3丁目の看板ですかね。はい。擁壁の隙間からアジサイが咲いててちょっとほっこりしますな。まあ、ただ階段は狭くて、なかなか険しいですね。ここで頂上かなと思ったら、さらにこの先階段がまだまだ続いていますな。右手側向こうの方には塩入り2丁目だと塩入駅の高層ビルが見えたりしてますね。この階段はちょっと傾いてますね。はい。さらに登ってこれを登りきると頂上かな。まあ昔はでもこの辺も土の道だったんでしょうけどね、徐々にこうコンクリートとかで補修をされて井戸がある、作られて、まあちょっとずつ、整備をされていったんだと思いますけどね、なかなか歴史を感じる、市街地、住宅地ですね。斜面に住宅があると結構塩入町とかそうなんですけど、電線が結構手が届くところにあったりするので、この正面の電柱とかもかなり縦横無尽に電線が張り巡らされていますが、左手に大型犬、右手に小型犬がかなり賑やかしておりますけれどもいいですね、犬が元気でいいですね。はい。でようやく頂上を抜けましたかね。尾根沿いのところまで来たかと思いますので、この先住宅を抜けると道に出たかな。いいですね、こういう左右を壁に囲まれた細い道はなんかノスタルジーを想起する感じでなかなか好きですけどね。はい。で、徒歩でしか入れない路地を抜けて、原付が通れるちょっと広い道まで出ましたね。はい。でこちらが塩入り3丁目の尾根沿いの道に今来たかと思います。まあ、ちょっと広いとはいえ原付がギリ通れるかなぐらいな感じでしょうかね。まあちょっと細いですね、やっぱりこの辺の道。この辺りは普段歩いて散歩していると2メートルおきぐらいに猫がいるんですけど、今日は今ちらっと右手にいたかな。今日はあんまり猫が顔を出さないですな。雨の翌日でどっかに隠れているのかな。ちょっと寂しいですけれども、細い道が浜湯公園までずっと続いています。で左手に行くと上町の病院とかがありますかね。右手の空き地にはたくさんアンテナが立っていますが、これは何だろうな。個人のアンテナでしょうかね。不思議な空き地ですけれども、
なかなか入り組んだ細い道ですけれども、集合住宅もあったりして、かなり人がたくさん住んでいるんでしょうね、この辺りも。まあ駅も病院も近い、かなり坂道が嫌でなければ暮らしやすいエリアだとは思いますけどね。日当たりもいいですからな。で、この道をまっすぐ行くと、最初に地図で見た浜遊公園までなんですが、なんか工事の看板が立ってますね。50メートル先工事中。この先工事中のため、迂回にご協力お願いしますか。通れるのかな。ちょっとまあ先まで行ってみましょうかね。今時期は結構工事が多いんでしょうかね。さっきの塩入りのトンネル前も工事をしていましたが、こちらも地面をちょっと掘り返しているようですね。先の方に工事の人が結構作業をされているので、この先は直進はできないかな。ちょっと一旦右に曲がりましょうかね。この右手の階段を上ると、この道より一段高くなった尾根沿いと並行した道まで上がれるので、ちょっとこちらを上がっていきましょう。ここを左に曲がると、尾根沿いから一段高い細い道になりますので、そこを抜けていきましょうかね。左右の石垣がかなりかっこいい石垣がついておりますが、はい、この道はもう徒歩でしか多分通れない道ですね。かなり細いですが、左右に住宅が設けられていて、正面石垣が古そうですね。まあ、右手側がちょっと高くなっているので、階段を上って住宅に入るみたいなお宅が多いんでしょうかね。いいですな。横須賀、今の時期アジサイがたくさん咲いてていいですね。綺麗ですな。ちょっと広くなってる場所もありますが、まあ出口入り口が階段でしか来れない道なので、バイクとかは入りようもないですかね、この道。ただ住宅は結構大きくて頑丈なそうなお宅が多いかなという印象です。まあ、ただ左手のお宅はあれ、空き家かな、空き家かと思いますが、今右手にすごいコンクリート、鉄筋作りのすごい頑丈そうなお宅がありましたね。左手は空き地かな。住宅が壊されてだいぶ年月が経っているのかな。向こうの景色がよく見えておりますが、この右手は個人用の階段かな。まあ、この辺は急に土の道になりましたけどね。まあ、ちょっとずつこういう道もコンクリートに徐々に移り変わって、街が近代化していく時代というのもあったと思うんですけどね。この辺の道はもうずっとこのままなのかなという気もしますが、右手の階段がちょっとなんか面白い。はい。で、またコンクリートの道になってきましたが、この正面が浜遊公園だけど、ここを右手に曲がって折れ曲がった先が浜遊公園ですかね。はい、なかなか入り組んでますな、この辺りも。結構階段があちこちにあるんですけど、ほとんどが個人用の階段ですね。玄関まで入るための階段がほとんどだと思いますけれども、ここの正面の階段を下ると浜遊公園ですね。はい、浜遊公園が見えてきましたが、あんまりよく見えないですな。柵が結構ツタに覆われてますね。まあ、浜遊公園も古くからの公園で、以前は陸軍の倉庫だったのかな、何か陸軍系の施設だったと思うんですけれども、傘が干してある。でまあ、その外周ぐるっと道が通っていて、公園の周りにもこう住宅が、古くからの住宅が結構たくさんありますね。多分この左手の階段は公園に降りていく階段だと思いますが、ただ公園の周りの緑が濃くて、あんまりこう公園の全容が見えないですね。こちらの公園は今年の1月だったか2月だったか、こちらのチャンネルでも来
たんですけれども、その時はグラウンドを芝生に整備する工事がやっていたので、あんまり近くに寄れなかったんですけどね。芝生の工事が終わって、ちらっと新しくなった公園が木の間から見えますな。公園沿いの細い道、右手側はかなり古くからのお宅がたくさんありますけれども、左手側、この辺の木の隙間から公園見れるかな。開けてた。公園綺麗になりましたね。浜湯公園、以前は土のグラウンドだったんですけど、かなり、グラウンドのラインも綺麗に引かれてますね。よいしょ。はいはいはい。サッカーコートが2面取れるようになってますか。縦と横でコートが取れるようになってますね。なんか随分と綺麗になりましたね、浜湯公園。右手に石柱があって、多分陸軍の関係の何かかと思いますが、とりあえず今日はスルーしてまっすぐ進みますが、浜湯公園だいぶ綺麗になってますね。で、こちらの道まっすぐ行くと入山津の中学校だったかな、学校まで行けるんですけど、今日はこちらを下っていこうと思います。公園沿いに、公園の外周をしばらく歩いていきましょう。アジサイの花が綺麗に咲いている。いいですね。なかなか綺麗な道ですね。この辺りからだと公園が一望できて、その先の海も見渡せるような、なかなかいいスポットですね。この辺もグラウンドの周りをぐるーっと緑が囲んでいる、自然の豊かなグラウンドですね。なんかサッカーボールが森に迷い込まないかがちょっと心配になりますけれどもね。はい。で、こちらの道をまっすぐ行くと入山津の方に行けるんですが、今日はこの道を脇にそれて右手のこの細い道から入山津方面に向かいましょう。かなり細い道ですが、公園脇の住宅地になっていますので、この道を抜けて、谷の底まで降りて、で入山津の方に向かいます。かなり細い道ですが、多分この正面のお宅とか空き家だとは思うんですけど、この道に沿って玄関が設けられていますので、多分この辺りの今はそれほど人通りないですけど、以前はもっとたくさん人が使っていた道なんじゃないのかなというふうに思います。左手側はかなりこの道に面して玄関が作られていますね。右手側は多分緑の向こう側は斜面だと思います。結構斜面を下っていくと階段を上って玄関という感じですけど、左手側かなり頑丈そうな住宅の土台がたくさん設けられていますね。で、住宅に上がる階段や玄関の門もかなりしっかりと作られた古くからのお宅なんだろうなというふうに思います。で、ちょっと開けましたかね。右手側は斜面沿いにたくさん住宅が建てられてますね。この辺りも古くからの住宅地なんで、大きい立派なお宅が多いですね。左手側は斜面の崩壊防止の土留めのような施工がされていますが、右手側に曲がるとちょっとなだらかな道になりますかね。谷の外周に沿ってぐるーっと平行な道が続いておりますが、右手のお宅、平屋が雰囲気のいいお宅だな。なんかこういう家に住みたいなというふうに思いますけどね。ちょうど南向きで日当たりもいい感じで、なかなかほのぼのとしたいい住宅地ですね。正面左手にはコンクリートの箱が設けられていますが、昔は今はこの29と書いてあるような赤い箱に消火器があちこちに点在していますけれども、
昔はコンクリートの箱に入れてしまっていたようですね。正面には斜面の住宅地、あちらは入山津の住宅地が見えてきましたが、この坂を下って今度はあちらの斜面を登っていこうと思います。もうだいぶ入山津の町に入ったのかな。ほぼ谷底ですので、この辺は車とかも多いですね。駐車場、この辺に車を止めてご自宅まで帰る方もいらっしゃるのかな。かなり谷の底、駐車場がたくさん設けられています。で、谷の底の方はやっぱりあれですね、新しく建て替えられたお宅も多いかなと思いきや、そうでもないかな。この辺りは赤いレンガが擁壁として使われていますね。結構谷底の広い平らなスペースなので大きいお宅は多いですけれども、結構のどかな感じがしますかね。で、この正面の道を右手にずっとまっすぐ行くと入山津の郵便局がある場所だと思いますけど、正面が美容室で、その隣も店舗をやってるのかな。多分昔はお店だった建物だと思うんですけれども、結構谷底の開けた場所で、お店なんかが昔はたくさんあった、そういう場所なんじゃないのかなというふうに思います。この道まっすぐ行くと浜遊公園のまた別の入り口になりますが、ピラティスヨガがあるなかなか洒落てますね、この辺。左手の建物もだいぶ古そうですが、これはお店かな。違う、パーソナルトレーニング。ジムだったんですかね。なんか体操をしている人のイラストというか、なんか象形文字みたいなの書いておりますので、昔はジムだったんですかね。へえ、なんかちょっと面白いですけれども、あの感じだと外国人相手のジムだったんでしょうかね。プライベートトレーニング、英語で書いてありましたが、じゃあこの道を路地を入って、ここからまた斜面の入山津の町を抜けていこうと思います。ちょっとずつまた道が細くなりますね。右手に通り抜け禁止って書いてあるけど、これはあれですね。柵を乗り越えて駐車場に入らないでくださいという通り抜け禁止ですね。こちらの道は多分通っても大丈夫だと思うので、この先を進んでいきますが、左手側はだいぶ盛大に草が生えておりますね。昔は庭だったのかな、家があったのかな。なかなか草が長く生えております。ここ右手に進みましょうかね。一気に道が細くなりますけれども、正面の階段がなかなか細いですけれども、ただこの辺もあれですね、道の細さの割には大きい住宅が多いですね。かなり敷地の広い住宅が多いかなという印象で、こちらの空き地もかなり広いですね。多分もともと住宅があったんでしょうけど、かなり広い空き地です。で、階段を抜けて、かなりこの階段も細いな。二輪車を押して上がるのも結構大変そうですけどね。この辺押して上がる方もいらっしゃるんでしょうね、おそらく。左手には石垣に門がついていますが、かなり草が生えてて、これは何だろうな。もともと住宅だったんでしょうかね。ちょっと変わった石垣ですね。門の作りも、墓地か。はいはいはい。地元の墓地なんでしょうかね。なんか墓地にこういう門がついているのも珍しいですけど、何か特殊な集合墓地なんでしょうか。市街地の中に墓地がポツンとありました。で、細い階段を上がって、結構でも道沿いに二輪車止まってますね。さっきの階段を登って結構皆さんこの道も二輪車で来られるんですな。なかなかすごいですね。で、この辺の道は結構古そうですね。なんか階段も古そうですし、ところどころに見える石垣も時代を感じますね。
バイクがかなり厳重に鎖で壁につながれております。倒れちゃうのかな。ここの左は行けないかな。左、谷の底のなんか左側行けそうですけど、ちょっとなかなか難しそうですね。ちょっとこの道をまっすぐ行ってみましょう。結構この辺りはこの道すごいまっすぐなんで、多分この辺のメインの道だと思うんですけど、でメインの道から左右に枝分かれして住宅に行く道が設けられているんですけれども、左右の道行き止まりが多いんですよね。なかなかこうなんて言うんでしょうね、潮入りみたいに長い道がいくつも交差して入り組んでるというわけではなくて、メインの道から短い道がいくつか出ていて住宅へっていう道が多いですかね。はい。で、頂上まで来たかな。この辺がだいたいほぼ頂上だと思います。これが尾根沿いの道かな。この道をまっすぐ行って、坂を下ると入山津のさっき通っていた道まで出るかと思いますので、ここ左に曲がると入山津の運動場方面になりますが、ちょっと今の道は作業をしている人がたくさんいたので、反対側の道を通りましょう。こちらにもずっと尾根沿いに道が続いてますね。尾根沿いっていうか、もう尾根が枝分かれをして、結構左右に分かれていたりもするので、尾根なのかどうなのかの判断も難しいですけどね。でもこの辺の斜面の住宅を眺める感じも横須賀らしくていいですね。手前のお宅の屋根がかなり立派ですけれども、大きいバイクが止まっていますが、ここの先、この右手側の土の道を降りても入山津の公園までは行けたかと思いますが、こっちの住宅地の方を今日は抜けていきましょうかね。かなり住宅がこの辺密集してますね。住宅と住宅の間の道がかなり細いエリアですな。もう全然この辺車とか通そうという気もないという感じの、かなり細い道が延々と続いておりますね。車道までどのぐらい離れてるのかな。かなり車道に出るまで時間がかかる場所ですよね。右手側かなり高い土台の上に住宅が建てられていますが、正面道がちょっと開けたかな。道が開けて、中央駅のビルかな。正面に見える高いビルは中央駅のビルが見えているかと思いますが、こちら側を右手に曲がって、入山津の方まで行きますが、この辺は昔橋がかかっていたというような話をどなたかされていた気がしますけどね。昔から狭い土地いろいろ工夫をしながら皆さん暮らしておられるんだと思います。正面の木がなかなかいい雰囲気ですな。この辺りかなり、車のアクセスとかがない、考えようによっては不便な場所なんですけれども、この左手の道頑張れば通れるんですけどね。今日は、右手の道を通りますけれども、結構アクセスが難しかったりするんですけれども、結構時々賃貸ですとか売り家が出ていたりもするんで、この辺の物件情報を見るのは好きですけどね。空き家だと思っていた家が綺麗にリノベーションされたりしているので、なかなかそういう街が循環している様子も好きなんですけれども、ただ、右手側は結構草が生えていて平屋の屋根なんか見えますけれども、朽ちていくお宅も多いんでしょうね、多分。でもこの辺はまた一段と古そうな感じがしますね。左手側の石垣がなかなか古さを感じるかっこいい石垣ですけれども、はい。でゴミの収集場がこんなところにある。
左手側もずっと尾根沿いの道が続いているんですが、今日のところはこのゴミ収集のカゴの方に歩いていきましょう。全然車の車道からは遠いんですけどね、多分車道から収集の係の人がここまでゴミを取りに来るんでしょうね。なんかすごい大変そうだなと思います。ところどころ道が枝分かれして住宅に入る階段などがこの辺りも設けられていますが、結構周り住宅あるんですけどね、この辺緑が深くて家が見えなかったりしますね。左右はかなりたくさん住宅が建てられてはいるはずなんですけれども、この右手側も住宅への入り口かな。建物が見えなくなってますけどね。時々こうアジサイが見えるとほっこりしますな。で、緑のトンネルのようになっていますが、階段を下って細い階段ですけどね、多分この階段をゴミ収集の人上がってくるんでしょうね。なんかすごいですな。はい。で、歩行者専用の道を抜けて、ようやく二輪車が通れるぐらいの道に来ましたかね。二輪車通ってよかったんだっけ、この道は。まあ自転車は通れますな。バイクも多分この道通れると思いますけど、周りはかなり大きい住宅がたくさんありますね。この辺まで降りてくるともう谷の底ですから、確かこの辺には、神社、お寺があったりもしましたので、広い敷地の建物が結構たくさん建っているイメージですね。で、この先に、車が止まっていますな。で、ようやくこれで車が通れるところまで出てきました。正面に見える木のあるあたりが入山津の公園ですね。で、入山津の公園の周りを車道が通っています。ようやく入山津の公園到着ですね。ちょっと遊具がある小さい公園の向こうに、陸上トラックとかがある大きいグラウンドが向こうの方にありますね。ということで今日はこの辺りまでで散策終了にしようと思います。はい。陸上トラックやアリーナがあるその先は塩見台、あと房陽町、衣笠の方面になりますので、次回はまたその辺り歩いてみようと思いますが、今回は横須賀中央駅から塩入町入山津方面歩いてみました。いかがだったでしょうか。かなり急斜面の住宅地、上がったり下がったり面白い風景があったかなというふうに思います。ということで、また次回、ご視聴いただければと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。